肩の傾きと腰の傾きを書いて、それを目安に胸周りと腰周りを単純な台形の形で書いていきます。なぜ台形で書くのか、その理由をここでお話ししていきたいと思います。このように胸周りは一見すると複雑に見えますが、このような台形型のシルエットになるんですよね。ですので、レベル1の書き方では、このように台形の形に単純化して書く方法を採用しているんですよね。はい、どうも皆さん、こんにちは、ひでチャンネルです。今回は簡単クロッキーレベル 1.1、簡単クロッキーレベル1はなぜそう書くのか実践編ということでお話ししていきたいと思います。前回の動画では簡単クロッキーレベル1はなぜこう書くのか3つの理由について解説させていただきましたが、今回は実践編ということで実際の写真を使って簡単クロッキーレベル1の書き方を実践していってみたいと思います。前回の動画を合わせてみることで、初心者でも簡単に描けるキャラクターの全身を描く手順が分かっていただけると思いますので、まだ見ていない人は概要欄のリンクをチェックしてみてください。今回の動画を見ていただければ、初心者でも全身が描けるようになる簡単クロッキーのレベル1の描き方が分かっていただけると思いますので、全身を描くのが苦手な人、いろんなポーズを描きたいけど何から描いていいのか分からない人は、ぜひ最後までご覧ください。また、ひでチャンネルオンラインサロンでは平日毎朝ライブ配信でお絵描き講習をやっております。リアルタイムで視聴できなくても途中参加の方でもアーカイブ動画で全ての配信を遡ってみることができますので安心です。もっと絵が上手くなりたい人、お絵描き仲間が欲しい人は概要欄のリンクからどうぞ。僕の詳しい仕事経歴も概要欄にリンクが貼ってありますので、興味がある方はそちらも覗いてみてください。それではやっていきましょう。ということで早速ですが、写真を下敷きにして簡単クロッキーレベル1の書き方を当てはめてみましょう。最初に頭の位置と股下の位置に当たりを書いて、体の軸の流れのアクションラインを書いていきます。特に正解があるわけではないので、この写真を見てどう感じたかを大切に書いてみてください。次に頭を単純な形に置き換えて当たりを取ったら、肩の傾きと腰の傾き、いわゆるコントラポストを書いていきます。肩の両端と胸郭の下端をつないで台形のシルエットを書いたら、腰回りも同様にウエストと足の骨の出っ張りの部分、いわゆる大天使の出っ張りを目印にして台形のシルエットを書いていきます。この時、台形の形を直線で書かずに体の立体に沿うような線、いわゆるラッピングラインを意識したカーブで書くのがポイント。ラッピングラインに関してはここで説明すると長くなりますので、後日別の動画で詳しく解説したいと思います。次に足の付け根を表すパンツのラインを書いて足を足してあげます。肩の端から腕を一本線で書いてあげてお腹のラインをつなげてあげれば完成です。それではもう一度、今度はこちらの男性を使って書いてみましょう。まずは頭の先と股下の位置を決めて、体の流れを表すアクションラインを書いていきます。頭を単純な形で書いたら、肩と腰の傾きを書いて、胸郭の台形と骨盤の台形を書きます。パンツの線を足してあげたら足を書き足して、胸周りと腰周りをつなぐお腹の線を書いてあげます。腕は肩の端から一本線で書いていきます。忘れていましたが、最後に首のつながりを書き足します。これで完成です。次はこんなポーズ。頭の先から股下まで綺麗な C 字のカーブになっていますよね。頭を単純な形で書いて、肩と腰の傾きを入れるのですが、腕を上に上げている場合、肩の動きに合わせて台形の形もこんな感じでカーブさせます。腰の台形を書いたらパンツの線と足を書きます。胸郭と骨盤をつなぐお腹の線を書いてあげて、上の台形の肩の端から腕を一本線で書いてあげれば完成です。もう一人書いてみましょう。頭と股下の位置をとってアクションラインを書いたら、頭を単純な形で書いて、肩の傾きと腰の傾きを書きます。それをもとに胸周りと腰周りを台形の形に置き換えて書いてあげます。足の付け根の目安となるパンツの線を書いたら、そこから足を書き足します。あとは肩の端から腕を一本線で書いて、首を足してあげれば完成です。
これで簡単クロッキーレベル1の書き方がだいたい分かっていただけたと思いますので、次は写真を横に置いて書いてみましょう。ということで、まずはこちらのポーズから書いていってみましょう。まず、頭の先と股下の位置の当たりを取って、絵のサイズを決めます。次に動きの流れを表すアクションラインを書いたら、頭の大きさの目安を入れていきます。そこに単純な形で頭を書き込んで、肩の傾きを書いて、その線をもとに胸周りを単純な台形で書いたら、腰回りも同様に単純な台形の形で書いてあげます。先ほどの話と順番が違うかもしれませんが、書き順に関してはポーズによって書きやすい書きにくいがあると思うので、そこら辺は臨機応変に対応してください。次に肩の端から腕を一本線で書いてあげて、手は単純な四角で書いておきましょう。腰の台形にパンツの線を書いて、そこから足を足してあげれば完成です。この素体に腕の厚みを足して簡単な影を描いてあげるだけでもそれっぽく見えると思いますので、余裕のある人はやってみてください。影付けに関しては後々詳しくお話ししたいと思いますが、簡単クロッキーレベル1で影付けをするときは細かいディテールにこだわらずざっくりと描いていくのがポイントです。簡単クロッキーレベル1では細かい部分に気を取られないという意識を忘れずに書き進めてください。ということでこんな感じにできましたね。続いて、こんなポーズの人を描いてみましょう。先ほど同様、頭の先と股の下に線を引いたら、アクションラインを描いていきます。次に、頭の大きさの当たりを取って、頭を単純な形で描きます。肩の傾き、腰の傾きを描いたら、胸周りと腰周りをそれぞれ台形の形に置き換えて描いていきます。次に腕ですが、肩の端から腕を描くと手の位置がコントロールしにくい場合は、こんな感じで手の先から描いていくようにします。あとは首の線を描いて完成ですが、こちらも腕に厚みを足してみましょう。足を描き忘れていたので、パンツのラインを描いて足を描き込んでいきます。あとは先ほどと同様にざっくりと影付けをしていきます。先ほども言いましたが、この段階では影付けもなるべくシンプルになるように考えて行います。こんな感じに出来上がりました。それでは最後にもう一人、今度はキャラクターを乗せるところまで描いてみましょう。頭と股下に線を描いて、アクションラインを描いたら、頭の大きさの当たりを取って、頭を単純な形で描いていきます。胸の台形と腰の台形を描いたら、パンツの線を描き足して足のラインを描いていきます。手は手の先の位置から描いて腕を一本線で描き足していきます。ここまでがレベル1ですが、こちらも腕の厚みを描いて首を描き足したら影付けまでやっていきます。影付けは先ほどと同様にシンプルに考えて描いていきます。こんな感じで素体ができましたね。それではこれを土台にしてアニメの原画風にキャラクターを描いてみましょう。素体の位置と大きさを目安にキャラクターのディテールを書き入れていきます。簡単クロッキーシリーズでは最終的にキャラクターを仕上げるところまでもっとたくさんの工程を踏むのですが、今回はすべての工程を省いていきなりディテールを書いてしまいます。慣れてくれば素体の下敷きがあればそれをもとにディテールを書くことも多いですが、書き慣れない初心者の方は、これから出していく簡単クロッキーシリーズの動画の手順を踏んで書くことで、簡単にキャラクターが書けるようになると思います。ある程度デフォルメされたキャラクターを描くときは、写真の見た目にとらわれずに、髪の毛の流れや服のシワなどは自分の解釈を混ぜつつ、よりシンプルに描いた方がアニメや漫画のキャラクターらしさが出るような気がします。リアル系のイラストを描きたい場合はまた別ですが、髪や服のシワの流れなどは写真をそのまま描くとごちゃごちゃしてしまったり、絵の流れに統一感がなくなってしまうことがあるんですよね。リアルに描こうと思って書き込みすぎて、なんだか絵にまとまりがなくなってしまった、なんて経験がある人も多いのではないでしょうか。書き込みを増やす前に、まずはシンプルな表現で絵の流れやまとまりをつかむことも大切なんじゃないかなと思います。影付けですが、写真では逆光っぽくなっていたので、光源を調整して右上から光が当たってる感じにしました。
アニメの原画の場合、作品にもよりますが、こんな感じのデフォルメの効いたキャラクターなら、これくらいシンプルな影付けで十分だと思います。影線が描けたら、影となる部分を青色でざっくりと塗っていきます。あとは赤の色トレス線で髪の毛のハイライトと服の模様の線を描き足してあげれば完成です。ということで、こんな感じに仕上がりました。いかがでしたでしょうか？今回は簡単クロッキーレベル1はなぜこう書くのか実践編ということでお話をさせていただきました。詳しい書き方の解説は前回の動画で説明していますので、そちらも合わせてご覧いただければと思います。簡単クロッキーシリーズは今後定期的に動画をアップロードしていく予定ですので、人物をうまく描きたいと思っている人はチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。